こんちは。4G を自由にプレイ、パート7です。今回は、切れ味のせいで台無しになったギルドナイトセーバーを使ってみるよ。こちらですね。最高倍率、睡眠、スロ3です。見た目はもちろん GKS で最強。なのですが、匠白となっています。素の白が短いので、匠技物での運用がベースですね。この切れ味、一番使いづらいタイプしてるね。火力が出ないくせに、スキルが重い。いくら最高倍率でも、白ゲージだと攻撃力434と406タイプの紫には勝てないよ。もともと期待値は 5% くらいしか変わらないですからね。手数武器にとって切れ味は重要です。ほい、スキルはこれね。匠が重すぎて弱そうだな。武器に凍傷が詰まってれば真打ちにできたんですが、スロ3でも意外と窮屈ですね。ちなみに相手はラージャンです。武器の試し切りでは140ラーを使うようにしています。じゃ、やっていきますよ。140ラーの双剣は確か1回やったことあったな。406スムラの睡眠双剣でやりましたね。確かギリギリ10分張りでした。今回は火力スキルが積めない分、単純な火力では劣っていますね。果たしてどこまでやれるか、ギルドナイトの意地を見せてもらおう。よしやるぞ。石は神族にしてみた。以前は心配にしてた覚えがありますが、続撃がどのくらい生きるか見ものですね。序盤は寝まくりで解除も楽々でしょうが、後になると息切れしないか心配です。極限の時間も一緒に窮屈になっていくからな。積極的に殴っていこう。それにしても、やっぱり見た目いいですね、この武器。元がいいので、どの色でも合います。黄色でかっこいい発掘も珍しいよな。超主観だけど。我々は緑、青、紫あたりが好きですからね。武器によっては赤もいいですが、黄色は若干ランクが落ちる感覚あります。これなんでなんでしょうね。うまく言えないけど、若干安っぽく見えるんだよな。色と発光との相性はありそう。黄色発光ってあんま目立たないよな。発掘配色学、奥が深い。さて、1回目の睡眠が来ましたね。もう慣れましたけど、相変わらず早いです。このチャンスはフル活用していくぞ。そのまま解除も来たね。やっぱり瞬発力はピカイチだな。オンラインで重宝されるわけですよね。寝かして殴ってれば速攻で解除です。2、3回眠らせれば仲間が勝手に削ってくれるからな。耐性もクソもないよ。双剣1人いるだけで軽いハメが成立しますからね。4G では突進連鎖もあるので手数が段違いです。言ってるそばからもう2回目の睡眠だ。まだクエスト開始2分経ってないぞ。状態以上において双剣の右に出るものはないですね。ただ、ソロだと全然安心できませんよ。後半戦をどう裁くかが重要ですので。そうだね。初めのうちに双剣に順応しておこう。いずれは解除にも手間取りそうだし。この起き上がりモーション中に殴れるのは嬉しいです。派手に叩き起こすことはできませんが。怒り以降しなければ乱舞3回くらいは入るね。双剣って結構モーション値出るからな。火力スキルが弱得だけなのが不安だが、果たしてどのくらいで終わるのやら。幸いと言うべきか。立ち回りだけで言うなら、双剣は非常に安全な武器種ですね。突進連山だけでもダメージは大きいので、一撃離脱感覚で戦えます。モーション前後の隙も少ないしね。SE が豊富でこけたりしないのも優秀だな。あらら、もう3回目の睡眠入りましたね。ちょっと過剰なくらい寝てます。あ、今のとがなかったのやらかしかもしれん。次の睡眠の前に最強来そうだな。木3だけど、匠つけても白70しかないから、割とすぐ落ちちゃうんだよね。双剣は白以上の長さ重要ですからね。技物ありでもさすがにフォローしきるのは厳しいです。4G でデフォ技物復活してよかったです。確率は3分の1らしいですが。まあ、そもそも MH4 で削除されたのが黒歴史レベルでひどかったけどな。今4の双剣持ったら違和感やばいよ。もっさりしすぎてて使えたもんじゃない。全体的に 4G になって挙動が滑らかになってるんですが、双剣は特に違いが大きいですね。立ち回り面もそうだし、生産武器の強化も大きいね。特に属性周りは優秀なものが増えた。一部ですが、属性特化も輝いてますもんね。いろいろ使ってて面白い環境です。なんて言ってたら最極が来ました。ここは続撃で極限中の睡眠を狙いに行きます。前回の睡眠からだいたい1分経ったくらいか。ギリギリ効果時間中に間に合うかくらいだな。寝かせられれば解除がだいぶ進むから、ちょっと前のめりに狙っていこう。
あ、同期効果解けてくれましたね。続撃使う上ではありがたいです。で、このローリングで石研ぐチャンスもゲットだね。睡眠エフェクト出れてくれよ。続撃って効果時間が微妙に短いですからね。結構運ゲー入ってます。まあ、極限に対しては0を1にしてくれるので、属性重視なら有用ですが。続撃も難しい立場だよね。これたまに言ってるが。石を使わない限り属性全カットだし、そもそも攻撃属性と極限の相性が悪すぎる。どっちかといえば状態以上で重宝するイメージあります。動きを阻害できるのは便利ですからね。ソロマルチ問わず有用だよね。マルチでは下手な属性より睡眠麻痺が重宝された。マルチでは1秒でたくさんダメージ入りますからね。お、寝ましたね。続撃が生きてくれました。よしよし、今のところ武器の強いとこ出てるぞ。南部をフルで入れられるのは大きい。切れ味が悪いと言っても最高倍率の睡眠ですからね。そんなに心配することなかったのかも。武器の性能的には残念よりではありますが、決して弱いステータスではないですからね。少なくとも生産にできることではないね。そもそもまともな睡眠武器自体が少ないが。一番使われるのがクラウィスですからね。あれも属性自体おまけ程度ですし。お、解除きたきた。まだ石1個で収まってるな。やっぱり極限中の睡眠でかいですね。これはタイムも期待できるんじゃないですか。どうだろうな。406のスムラの時は挑戦者2が発動できてたから。それと比べれば物理性能は一段劣る。20分くらいを見てるがどうだろう。そんなもんですか。20分となると後半はきつそうですね。経験上、第1投では15分を超えたあたりから極限解除がしんどくなります。最局以降は解除時間びっくりするくらい短いよね。進撃切れた後がまあしんどくてな。体験なら10分で終わるから関係ないんですけどね。その他の手数武器はそうもいきません。通常時ならいろんな武器で相性いいんですけどね。強制弾きの存在でふるいにかけられてしまいます。それと属性カットもな。そもそも一撃が重い武器が有利な作りになってる。双剣はだいぶ検討してる方だよ。物理面も普通に優秀だよな。タチとかと一線を画してる感ありますね。あと、使ってて楽しいです。このスピード感とザクザク切り刻む感触は双剣ならではだよね。見た目がかっこいい発掘も多いし、純粋に担ぎたくなる武器種だよな。我々の推しとしてはテッセンとギルドナイトセーバーのツートップです。時点で海王総人もいいですね。海王は振った時の音がいいんだよな。あのジャリジャリ感が癖になる。あ、また寝たわ。何回だっけ今。多分、これで5回目ですね。1分半に1回は寝てる計算です。まだまだ勢いが衰える感じはしませんが、後半息切れしないか本格的に心配になってきました。寝ないよりはいいんだけどね。睡眠武器持ってきてるわけだし。これ、前半は続撃使わない選択肢もありですね。後半に寝てくれれば解除の足しになるでしょうから。その運用、真面目にありかもね。楽な時に寝まくっても持て余してるしな。とりあえず、今回は続撃積極仕様で通してみよう。裏事情を話すと、これ1テイク目だし。おお、最局ですね。じわじわ間隔が狭くなってまいりました。相変わらず怖い仕様だよ。じゃ、後半戦行きますか。いて。おい、何してんだこのケルビ。こんな好戦的な個体も珍しいですね。嫌なことでもあったんでしょうか。ダメージも削りにしては大きいし、勘弁してくれよ。そういや、140に出てくるモンスターって、小型でもステータス強化されてたりするんですかね。どうだろうね、あんまり気にしたことないけど、特に強くなってる印象はないな。さすがに、強化されてたらもうちょっと騒がれてそう。小づかれて3割とか、シャレにならんし。極限中は出現しないから、まだいいですけど、極限以外の戦闘では、普通に脅威になりそうですね。小型まで強かったら、ランスガンスとか泣いちゃうよ。ただでさえ処理に手間取るんだから。間違いないですね。その2つは小型動向以前に厳しいですが。小型モンスも毎作品いろいろ言われてますからね。飛ばされたりこかされたり。武器種側の調整も影響してるよね。もともとあった SE が取り上げられてる例が増えたし。ワイルズは今のところ話題に出てないな。あんまり小型の印象ないわ。ワイルズの小型は雲系の見た目が一番衝撃的でした。おまけに数が多いし。ハードスペックが上がって質、量ともに強化されたよね。あれは雲が苦手じゃない人もきついよな。しかし、令和のこの時代によく攻めたモンスター出すよな。この分ならクイーンランゴ復活しても不思議じゃないぞ。
クイーンランゴはデカさの問題もありますからね。雲と8系では得意不得意も変わるでしょうし、モンハンが幅広い層に広がってることもあるので、ゲテモノ系に関しては今後も話題が尽きなさそうです。あ、続撃まで切れちゃった。寝てないし、極限も解除できてないな。もう息切れし始めましたね。やっぱり極限中の睡眠は取っておいた方が良さそう。続進だと30秒ほど石のない時間ができてしまいます。ロスとしてはかなり大きいですね。何もしなければ30秒過ごすのは簡単だが、単純に効率が悪くてしんどいんだよな。下手に手を出して反撃もらうのは美味しくないし、この辺から対象が優位になってくるね。どのみち投機効果だと効率悪いですからね。やっぱり極限は解除しないと厳しいです。この、もうちょいで石復活するくらいがもどかしい。集中力持ってかれてしまう。気を取られすぎないようにお願いしますよ。今からやり直すのはしんどいですので。今は10分張りに入ったところか、さすがに折り返しは過ぎててほしいな。攻撃チャンスだけは前半でかなり取れてましたからね。あとはこの武器のダメージ次第です。火力スキル弱得だけですからね。普段の構成と比べてもかなり控えめです。普段は少なくとも2、3個入ってるもんね。今回も入れようと思えばもう1個くらいは入るが。どうしても回避性能欲しいんだよな。酔ってるとは思うんだけどね。食らったり落つったりするのが一番のロスですからね。慣れない武器種では回避1がかなり安定します。やっと解除できたか。もうすでに結構きついぜ。ここから先は噛み合いも大事になってきますね。睡眠タイミングやエリア移動がいつかも重要です。解除中に移動されるとかなりしんどいです。もう解除時間2分もないので。15秒ずつ最極までの時間短くなるんだっけ。元が2分15秒しかないからかなりハイペースだよな。最終的に1分まで短くなるそうですね。こうなると絶望的です。そもそも解除値自体も上昇していくからね。短期決戦で突破するのが前提の作りになってるよ。我々にとってはもう慣れたことだが、新規層へのハードルの高さ尋常じゃないよな。イベクエ装備がないとなると、そもそも素早く終わらせることが難しいですからね。もはや今、ラージャンが最高率とは言えない環境なのかもしれません。ラー以外だとテオになるのかな。あいつも体力さえ低ければ。で、案の定、解除中に移動しちゃったね。こりゃ、次の極限も一瞬だろうな。それと、何気に切れ味が落ちてますね。睡眠がないとワンターン維持ができませんでした。しゃあない、しっかりと研いで、粘り強くやっていこう。追いかけてきました。疲労してるので、一応攻撃チャンスになってます。この最中だけは、殴れ放題だね。ずっと疲労しててくれないか。ああ、願い虚しく、極限により疲労も回復してしまいました。これは一体どういう理屈なんだ。恐竜化モンスは解除しなくても疲労するのに。むしろ恐竜化って疲労しやすかったですよね。ウイルスを克服すると疲れすら克服するとは。化け物度合いで言えば古竜をしのいでます。クシャルなんかは疲労っぽいのありましたし。一応ゲーム中で生物の域を超えてるとは言われたが、疲れすらしないのは超えすぎじゃないかね。そのくせちゃんと休眠はしますからね。寝なくなったらもうロボットですけど。とにかく次の解除を目指すほかありません。睡眠も合わせて狙っていきます。結局、さっきのエリアで寝なかったからな。耐性が急に上がったのかな。耐性の上昇量は一定のはずですけどね。極限が長引いたり、エフェクト運による差でしょうか。あ、睡眠来たわ。投機効果してるのが、なんとももったいない。解除値には影響しませんが、ダメージが入らないのは痛いですね。で、また研がずに攻撃しちゃってますね。この辺、ちょっと焦ってる感じします。生地前にプレイした感覚が残っちゃってるんだよな。もうすぐ終わるだろうと思ってる。ラージャン君、見るからにピンピンしてますね。これはもうちょいかかりそうです。あ、移動しました。結局解除できてませんが。今で17分ちょい経ったところか。遅い。休眠前提で待ってから突入するが、これで弱ってなかったらどうしよう。攻撃はちゃんとできてたと思いますが、入ってみてからのお楽しみですね。あ、寝てる。とりあえず一安心。ここまで来たらもうクリアも同然ですね。一応、石は研いでおきます。じゃ、適当に起こしてランド入れるぞ。できればすぐ終わってほしい。粘りますね。休眠から光線に入ることってあんまりないんですが。まだ終わらんか。もういい加減戦闘したくないんだけど。
最後までちょっと火力不足を感じましたね。序盤にすぐ寝たのは良かったんですが。プレスが来たな。頼む、このターンで終わってくれ。ようやく終わりましたね。お疲れ様でした。2エリア目以降がしんどかった。1エリア目とは運命の差だったわ。それじゃ、一応報酬を見ておこう。レア10はなしと、ここは平常運転でした。そうか。ま、無事に終わっただけで何でもいいや。ほい。というわけで、切れ味が残念な双剣を使ってみる回でした。今装備してるのが以前持った双剣装備です。同じクエで15分以内で終わりました。こっちは睡眠180しかありませんが、やはり挑戦者2の存在が大きいようです。スムラだから紫ゲージの火力もあるしな。切れ味ってほんと大事なんだって改めて思ったわ。皆様も田代発掘に惑わされないよう、十分お気をつけください。ま、一応フォローしておくと状態異常役としては優秀だけどね。それは間違いないですね。序盤の睡眠回数は異常でした。問題はマルチの機械が激減してることだが、それは言ってもしゃあないか。ほいじゃ、次の動画で。またね。